Hey besties! ギャル日本語のキティです。みんな元気ですか？はい、このポッドキャストは日本人ギャルの私キティが、若者から見た日本の文化や、最新のトレンドなどをゆるーく話す日本語ポッドキャストです。このチャンネルでは特にスラングの解説を得意としているので、日本語のスラングやギャルに興味のある方はぜひこのポッドキャストをリラックスしながら楽しく聞いてくれたら嬉しいです。はい、みんなこの1週間はどんな1週間でしたか？みんながね、アゲな1週間を遅れていたらキティは嬉しいです。はい。では早速、今日のポッドキャストのテーマに移っていきたいんだけど、今日は日本の男性のヒゲについてお話ししていきたいと思います。そう。キティね、だいぶ前のポッドキャストで、日本の女の子、女性の特徴である前髪についてはお話ししたことあるんだけど、男性のね、特徴についてはお話ししたことないから、今日はこのテーマにしてみました。そう。みんなさ、日本人の男性といえばどんな見た目を想像する？顔の中でどこが特徴的、印象的ですか？そう、ヒゲ。ヒゲを生やしてない人がめっちゃいるのね。そう。そのキティ的に世界的に見たら結構ね、ヒゲを生やしてる男性の方が多い気がするのね。だからみんなの国はどうですか？そう。だから今日はなんで日本の男性はヒゲを生やしていない人が多いのかについてお話ししていきたいと思います。そう。で多分、ヒゲをね、生やす国の、みんな、方からしたら、めっちゃ怖いお話というか、待ってありえないんだけど、みたいなね、お話も今日するね。はい。じゃあ早速、日本の男性がヒゲをあまり生やさない理由についてね、解説していきたいんだけど、まず、多分、これが一番大きな理由だろうなって思うのが、清潔感が大事だからです。そう。日本はね、めっちゃ清潔感にうるさいのね。本当にうるさい。で、その清潔感として男性に求められるのが、髭を剃ることなのね。他にも髪の毛をきれいに整えるとか、服をきれいにするとか、いろんなのがあるんだけど、男性に求められるものとしては、髭なのね。で、そう、髭を剃ることなのね。で、そう、だから結構、日本の会社とかでは、髭を剃ることが、ルールというか、暗黙の了解になっているところが多くて、で、それによってね、ほとんどの男の人は、髭を毎日剃ってます。で、しかも、本当に、マジでうるさくて、そう、結構厳しくて、本当にちょっとでもヒゲがね、こんな、もう、何ミリでも、1ミリでも2ミリでも生えてたら、もうアウトみたいな感じなのね。そう。だから、それで、毎日さ、髭剃りで髭剃るじゃん。しかも剃り残しがないように強く。そうすると、それがすごい肌のね、負担になって、赤くなっちゃって、肌荒れしちゃったりするのね。で、そのことをカミソリ負けって言うんだけど、そうなっちゃう人もたくさんいるのね。で、キティの周りにすごいそういう人がたくさんいるから、で、それはね、本当にすごい大変だなって思うし、そう。で、そのカミソリ負けもそうだし、嫌だし、毎日さ、髭を剃ることってすっごくめんどくさいじゃん。で、あと、青ひげって言って、髭を剃っても、髭がね、うっすら残って見えちゃうことを、青ひげって言うんだけど、それをね、気にしてる人も多いのね。で、そういう悩みを全部、少しでも和らげるように、最近は、髭脱毛をする男性も増えてます。そう。髭をね、なくしちゃうの。厳密に言うと、全部きれいさっぱりヒゲがなくなるってよりは、ヒゲが薄くなって、少なくなるみたいな感じらしいんだけど、
結構ヒゲ脱毛によってその毎日のヒゲ剃りがこう楽になったりするみたいで、そのねヒゲ脱毛やる人がね増えてきてるのね、特に若い世代で。そうだから今これを見てるヒゲを生やしてるみんながもしいたとしたら、ヒゲなくすとかありえなってなると思うんだけど、こういう背景でヒゲ脱毛をねする人が増えてきてます。はい。で、キティが思うヒゲを生やしていない男性が多い他の理由としては、これ前にそのキティがその女の子の前髪事情についてのポッドキャストでもお話ししたこととこう似てるというか、同じ感覚かなって思うんだけど、若く見られる方がいいからっていう人が多いからかなと思います。やっぱりね、日本って女の人も男の人も若く見られたい人が多いイメージで、となるとこうヒゲを生やしたらちょっとなんかおじさんっぽいっていうか、なんか老けてる感じがするから、生やさない人が多いのかなと思います。あとヒゲない方がモテるかな。なんかね、ちょっとだんだん日本でモテる顔のお話になっちゃいそうなんだけど、日本人って雰囲気で言うと爽やかな人がモテる傾向があるのね。でだからそのヒゲがないさっぱりしたお顔がね好まれる傾向にあるのね。そう、だから例えば普段ヒゲがない、こう爽やか系の俳優さんとかがたまにね生やしたりしたら、結構ない方がいいんだけどっていう人もね結構います。そう日本ってね塩顔って言ってあっさりしたお顔立ちとか、あと犬顔って言って結構可愛らしい癒し系の顔の男性がモテたりするのね。なんかだからそのお顔に、その可愛らしいなんか爽やかなお顔にヒゲって似合わないって感じなんだよね、なんか多分。そうで日本で顔立ちがはっきりしてる人のことを、顔が濃いとか、あと彫りが深いって言うんだけど、そういう人はヒゲが似合うから、例外的に OK みたいな感じというか、そう思ってたりはするんだよね、例外的に似合ってるから。でそう例えばイケオジとか、イケてるおじさんのことをイケオジって言うんだけど、顔が濃くってセクシーなおじさまはヒゲをね生やしてる人が多くって、その場合はすごいねモテるしかっこいいみたいな感じ。そうだから日本の俳優さんで言うと竹野内豊とかはすごいイケオジとしてね超かっこいいって結構言われてます。ぜひみんな調べてみてください。はい。だけど大体の、日本人はこう顔がそんなに濃くないからこうヒゲが似合わないし、ない方が清潔感があってモテるから、結果ヒゲがない人が多いって感じ。例外的にねこうイケオジみたいに、そうさっき言ったイケオジみたいにそうヒゲを生やしていてもモテる人もいるんだけど、ヒゲがあるにしてもないにしてもなんか清潔感はとりあえずねすっごく求められます。そうだから反らないで伸ばしっぱなしのヒゲのことを不精ヒゲって言うんだけど、それはすっごいマイナスなイメージで使われる言葉です。そうはい。こんな感じの理由から日本人の男性はヒゲを生やしている人が少ないです。みんなどうでしたか？ぜひ感想待ってます。はい。ちょっとねヒゲの話から日本でモテるお顔の傾向の話までしたんだけど、みんなが楽しんでくれてたら嬉しいです。はい。ちなみにキティはイケオジが一番かっこいいと思います。あ、そうそう。ちなみにギャルは人それぞれなんだけど、人によるんだけど、結構ヒゲがある男性も好きだよっていう人多いと思います。キティ的にの感想なんだけど、ギャルは結構強めの雰囲気の男の人が好きな子が多いと思うから、そう多分ヒゲがあってもかっこいいってなる子が多いと思います。
多分。やばい、これ、キティの個人的なあれだったらどうしよう。はい。はい。そんな感じで、みんな今日もここまで見てくれて本当にありがとう。はい。そしてみんないつもいいねやコメント本当に嬉しいです。ありがとう。はい。今日出てきたスラングたちの復習は概要欄に書いてあるから、ぜひそっちもチェックしてみてください。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。